100の質問コーナー。イエーイ。ついにね、ラブリーさんの依ね頼のもと、スタートしていこうと思います。はい、100個あるんでもうバンバンいってきまーす。ごめん、名前はユノです。かなでです。イエー。はい、次。誕生日は6月1日です。2月9日です。イエー。星座は双子座です。水亀座です。ど忘れした。血液型は O 型。A 型。A 型なんだ。 A 型さすがきっちりしてるもん。MBTI は ENFP。 ISTP ですね。出身地は福岡です。これね、鳥取って言った方がいいかな。地元は鳥取、生まれは大阪。あ、そういうこと。偽造しだすわ、思った。うざ。5年ぐらい大阪だったんだから。身長は184。俺も一緒ぐらいです。偽造しだす。最近の趣味は偽造しだしてんじゃん。お前が偽造しだしてんじゃないか。まあいいや。最近の趣味はなんか綺麗な場所に行くのが趣味だったんですけど、最近ちょっと乗馬やってみたいなとかって思ってます。おお。俺は最近お絵描きが好きです。あ、言ってたね。好きな動物はパンダですね。俺にゃんこ先生が好きです。それ動物じゃないから妖怪だから妖怪だからこいつが好きです。最近お気に入りの映画は最近スパイダーマンですね。ああ、めっちゃ好きなんだよね。めっちゃ昔に鬼滅の刃無限列車編を見てめちゃくちゃ泣きそうになったのをこうやって耐えてた。耐えた。好きな本は好きな本は俺は夢を叶えるぞっていう本が好きです。アンパンマンです。はい。好きな香りは白の香水のアールグレイとか、あっちの方。俺は柚子系の香水が好きかな。遊園地で好きな乗り物はタワーオブテラーみたいな自由落下系が好き。絶叫系好きだもんね。俺逆に絶叫系嫌いだからこういうやつが好きです。メリーゴーランド。動物園と水族館どっちが好きですか？水族館です。動物園です。マジ？臭くね動物系。水族館の方がペンギン臭いよ。聞けた。最近ハマっていることはどのスーパーの野菜が一番安いかなっていう相場チェックです。主婦やん。スプラトゥーンです。いつもやん。4年間ぐらいずっとだけどね。今後行きたいライブやフェスは、僕ライブ行ったことないんでわかんないんですけど、なんか楽しそうなやつってみたいな。フェスとか行きたいな。お祭り行きたいです。ライブとか行かないもんですね。最近お気に入りのアーティストはアクアタイムズが好きでした。俺も好きだった。あれはでも教育実習行った時クラスで聞いたら一人しか知らなかったっていう。ジェネギャです。ジェネギャがすごい。好きなゲームはスプラトゥーンです。ポケモンでしょ。ポケモン好きだけど好きだけど好きでいいじゃん。好きだけど、なんかゲームそのものをしないから。昔はやってたでしょ。昔やってた。そう。好きなお酒はお酒、お酒は全部好きだけど、あえて言うならハイボールだけど最近は赤ワインめっちゃ飲んでます。俺も結構ハイボールとかウイスキー系が好きなのと、お酒名前で言うと獺祭が、山口名産の獺祭が好きです。地元ワイン。いやフルーティーで飲みやすいです。そうなんだ。好きな色は青かな。俺は黒かな。今着てるの赤いけど、俺も黒は好きかな。黒白青。黒白青着てるやつじゃない。黒白青が好きなんで。特技はハンドスプリング。小学校の頃の特技ハンドスプリングだった俺。ハンドスプリングってなんだっけ？知らない？こうやって鎌でやつ。側転みたいなやつです。俺あれできたのすごい。小学校の頃にあれできて無双してた。小学校で俺いろいろありすぎてちょっと困っちゃう。オッケー。おい聞けよ。意外と懸垂逆上がりとかますっていう。かっこいい。自分の好きなパーツは横側は結構弱いけど正面は結構強いかな。あと身長ですかね。俺は真逆って考えてもらえれば。横側正面もかっこいいよ。本当？ありがとう。身長もいいと思う。ホビットとか言うくせに言ってない。ポジティブだからもうホビットって。好きなドラマやテレビシリーズはヒーローズってやつ見てた。俺はマジで超能力使うやつ。全然わかんないわ。SF 系好きなんだよね俺はなんかスーツっていうアメリカかなのドラマ、そう弁護士かなんかのドラマを見てました。僕好きな曲は地味にTWICE のザ・フィール好きです。俺はボカロが好きかな。マトリョーシカはそんな好きじゃない。そうそれしか知らない。好きな季節は冬です。雪が好きなんで。春かな。寒い季節から暖かくなってきたみたいな。ちょうどいいもんね。そう確かに。好きな食べ物はハンバーグです。よし。自分自身が思う自分の性格はめんどくさがり。効率中。口癖は俺はまあとか普通。俺前あれじゃん、ダニョンとかよく言ってんじゃん。カメラ外でよく隠し
っても隠してもバレてる。バレてるか。そう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 。寂しがり屋なのはどっち？あ、ユノです。俺の方かな、どっちかっていうと。危ない。ドライだもんね。なんでどっイエスちかっていうと。ちょっと言い方ひどくないドライだもんね、いつも。苦手。苦手。怖いもん。俺雲がめっちゃ嫌いで、もう家に出ただけでマジで発狂します。雲どころか虫全般苦手だよ。怖いものは地味に犬が怖いですね。犬？そう、ちっちゃい時にちょっかい出して噛まれたのがきっかけで、なんか好きなんで見るのは好きだけど近づいてくるとちょっと待って。なるほどね。そうそうそう。ストレス発散方法は、はい、運動一択。ゲーム一択。真逆でさ、子供の頃どんな子って言われてた？今と変わんねえよな。なんか頭おかしい。そのまま大人になっちゃったタイプ。かわいそうなタイプだ。相手はどんな性格？なんかツンツンしてるように見えて実は優しいというか、そうトゲトゲしてると見せかけて優しい感じですか？かなでくんはね、倹約家ですね。誰がケツやん。相手の好きなところは、まあそれはもちろん顔です。俺はもう身長と顔と内面がね、すごい自分よりしっかりしてるんで。はい、相手の好きなパーツは？パーツ？かなでが好きです。やめろ。どこにいるんだやめろ。俺は目と鼻と口と耳と全部じゃん。全部好きってこと？嬉しい。喧嘩したらどう仲直りする？喧嘩言い争いはあんましないよね。そもそもお互い平和主義なんで、そんななんか YouTube の方向性とかはたまに言うけど、まあそれもね、意見の交換みたいな感じだから喧嘩はそんなしないです。恋人には甘えたい甘えられたい両方です。相手に直してもらいたいところはもうちょっと節約してください。もうちょっと金使ってください。逆。お前借金返して予定は精密に立てる行き当たりばったり。俺は行き当たりばったりの方が好きだぜ。俺はまあ最低限予定は決めたいな。まあその後は行き当たりばったりで、お前がね、マジで行き当たりばったりすぎるよね。最初から何も決めないもんで。とりあえず突っ込むっていう。俺は最低限決めますね。デート先はどうやって決める？適当案件でインスタグラム系のやつで、はい、言ってます。2人の性格で似ていると思うところは、まあなんかなんやかんや真面目なところとか、なんやかんや2人とも真面目なところがね、似てるかなと思います。では偶然必然。いやもうそれは必然ですよ。必然です。必然です。子供の頃の夢はウルトラマンです。仮面ライダーです。変わらない。反抗期はあった？はい、反抗期は俺はありませんでした。なんなら今の方がしてた。マジ？今の方が言い返してる気がします。言いたいことを。俺は反抗期でした。ずっと学校にも行かない時期がありました。すぐ病んじゃうからさ。学生時代にやってたスポーツはバスケ、駅伝。僕はテニスと陸上ですね。一目惚れする？する。した今行きたい場所は？アメリカ行きたい。おアメリカのディズニーランドラブリーさんと行けば。お前ダメだった。俺が一緒行くんだ。それで3人で行く。そう3人で2人ともアメリカに行きたいです。今やりたいことは？今やりたいことはやっぱ芸能活動と YouTube ですね。僕はまあ YouTube とゲームですね。おい仕事しろ。やってるわ。次の誕生日はどう過ごしたい？まあ普通に言うのと一緒でね。一緒にね。ケーキ食べれるわ。もう100円のショートケーキで OK です。僕はお高いプレゼントが欲しいです。ふざけんなお前。クリスマスはどう過ごしたい？普通にチキンとケーキ食べれれば。なんか一緒な感じだよね。プレゼントなんていらないかな俺は。僕は欲しいですプレゼント。生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わったらまあ俺は金持ちで有名で全てが揃ってることが多いな。お金持ちの猫になりたいです。なんかめっちゃ一緒だね要望。理想の恋人との休日の過ごし方は、俺はね外に出まくる。世界一周。休日に？そう。僕はあれですね。一日家で一日外みたいな半々がいいです。なるほどね。将来挑戦してみたいことは？ジジイゲーム配信者になります。僕も一緒に奏でとジジイゲーム配信者になります。雑だなお前。なんでだよ。朝起きて必ずすることは？それはもちろんあるでしょ。寝る前に必ずすることは？いくつ？いつも何時に起きる？8時。もうそれぐらい。嘘つけ。嘘じゃねえよ。こいつ12時ぐらいに起きてます。そんなわけないだろ。はい、次。いつも何時に寝る？12時ぐらい。嘘つけ。3時ぐらいに寝てます。肌に悪いからね。俺肌つけてるから。寝る体勢は？
横向き。仰向けです。好きなおにぎりの具は昆布。ツナマヨ。いや、よく使う絵文字はピン。寝室相性がいい、別がいい？どっちがいい？別。一緒がいいです。一緒がいいです。犬派猫派？猫派です。なんで撮んの？いや、俺のだから。うち犬だよ。恋人に求める一番大事な条件は？構ってくれるところかな。あれは一緒にいて楽しいこと。楽しい人。構ってほしいです。相手に嫉妬することはある。俺いつもしてます。にゃんこ先生取られそうなんで。にゃんこ先生に言うのは取られそうです。こういうのは嫉妬することいつもしてるよ。全然 LINE 返してくれない。返してんじゃん。いやいや、返してくれないじゃん。返してんじゃん。相手にサプライズするのは何をする？なんかちょっとしたものを言うのが好きだったお菓子だよとか言って買って渡したりとか、そういうサプライズを出したい。俺はロマンティストだから、なんかグラスの底にね、指輪とか入れたいです。ソフトクリームとかね。ソフトクリーム。どちらが先に告白しましたか？どちらも告白してないです。なんか気づいたらこんな感じでした。お互いの関係の中で一番感謝していることは何ですか？もう存在すべてに感謝してます。僕はなんか奏が病んでた時に助けてくれたので感謝してます。過去の恋愛について気にしますか？全く気にしません。気にしません。いい。大喧嘩になったらどちらが先に謝りますか？そもそも大喧嘩にならないんで謝るとかないですけど。ないね。全然悪いなと思ったらまあ謝ります。土下座します。しないくせに。両親は二人の関係を知っていますか？いや、知ってないですね。知らないですね。はい、まだ言ってないです。家族や友人は二人がコンテンツを作り一緒にいることをどう思っていますか？家族は知らないですが友人は知ってます。別に何も思ってないです。はい、二人の家はどう決めてますか？いや、まだ決めてないですね。決めてないね。まだ。今年同棲する予定はありますか？いや、まだないですね。今年はまだないかもしれないです。はい、将来的に一緒に引っ越す計画はありますか？あります。あります。はい、お互いの年齢差は？お互いの年齢差、まあ俺は27歳なんですけど知らないです。シークレットらしいんだから。知らないです。はい、YouTube 始める前は何をしていましたか？どんな仕事をしていましたか？俺は家具の会社、ちょっと大きな家具の会社の社員と、あとはその後に SE 転職してシステムエンジニアになってます。この SE やってました。現在 YouTube 以外での仕事はありますか？僕はモデルをやってるので、モデルとか Instagram の案件とかを細々と稼ぎながらやってます。僕は YouTube と普通に SE まだやってます。2人とも英語の練習をしていますか？ああ、英語得意じゃん。I'm from Japan。すごいね。これが俺たちのレベルだ。一緒にいて楽しいことは全てです。一緒にいれば何でも楽しいです。一緒に過ごした中での一番の思い出は？一番って言われると難しいけど、最近だと大阪。楽しかったね。楽しかったし、コテージも楽しかったね。日々更新されています。カナダはラップが好きですか？ Spotify チャンネルを作る予定はありますか？あります。あります。ヨフリースタイルダンジョンで勝負だ。ボコボコにやれてんのみたいなかな。3秒ぐらいでやってみたい役とかはありますか？まあ天才教師みたいな。インテリ系。俺インテリな空気で出してるからさ、インテリ系で勝負したいです。足りてないですね、まだ。はい。YouTube やゲーム、体とのリラックス以外に趣味はありますか？体とのリラックスが趣味みたいなところはあるからな。どれか出るじゃん。ほぼそれで潰れてます。チャンネルを始めたきっかけは？有名になりたいなって思って、でまあその有名になる過程でちょっとお金もどうしても仕事辞める関係で必要だったので、ちょっと言うのも返さないといけないって言ったんで誘いました。タイミングは良かったです。いろいろ。他のカップルの動画を見ますか？見ます。僕は大春見てます。お兄さんズラブとかね、その辺見てます。友達関係だと解釈されていた頃、それについてどう思いましたか？別に何も思わないです。まあなんか別に見てくれる人が楽しんでくれれば別に人目はそんなに気にならないですね。撮影したくない時があったとして相手のために撮影したことはありますか？その状況次第ですけど、お互いに撮影したくない時は撮影しないっていうふうに決めていて、でどうしても投稿しないといけないってなった時は、まあ、その中でも一番大丈夫な時とか、まあ、最悪先送りにすることも考えてます。たまに不定期になるもんね。そうインターネットが2人の関係に影響を与えたことはありますか？いや、特にないです、はい、俺らは俺らなんで。ハグや軽いキスの後もっと深いキスをしたくなることはありますか？撮影を中断したくなることもそれは言えないよね。言えないね、それは。ちょっと
どちらかが病気の時どうやってお互いをケアしますか？お互いにね、それはお借り買ってきたりとか飲み物とか買ってきたりとかして薬とかねと、お互いにウイルスをシェアする状態になってる。2人とも寝込んでます一緒に、はい、誰がゴールデンピローを一番愛していますか？それはユノです。ユノでしょ。いや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 ユノじゃん。いやいやお前だろ。あ、そこ俺か。はいはい、い俺です。やいやいや俺です俺です。ああ、どうぞ。言ったじゃないですか。いやいや言ったよね。最近嫌だったことは、まあ、それはユノが高い食材、パプリカっていう高い食材をピーマンでいいものを買ってきたことですかね。ああ、僕はなんかおでん作るときに牛すじを入れたかったんですけど鶏肉を買わされたっていう。もったいないだろ。永遠に根に持つかな。得意な料理は何ですか？得意な料理とか好きな料理はハンバーグとか好きです。あれカルボナーラとかパスタ系が好きです。おしゃれ。家事はしますか？はい、しません。しませんじゃねえよ。しろや。田舎と都会どちらが好きですか？今は都会がいいけど将来的には田舎に行きたい。めっちゃわかる。友達は多い少ない？なんか友達の定義によります。めんどくさそうだから聞かないとか。そう僕は少ないです。地球が滅亡するとしたら最後に何をする？今と嫌いな家事は掃除。全般です。掃除機とか片付け。好きじゃん。いつもやってくれるじゃん。いやいやいや、俺が一番嫌いや。喜んでやってくれてるのか。いやいやいや、次はユノはなんで借金したんですか？はい。まあ、理由2つあって、1つが大学時代の奨学金みたいなやつで、もう1つが新卒で長崎に就職したんですけど、その時にね身内に不幸がありまして、ちょっと病んでみたいなね。飲み屋街とか飲み歩きまくってて、あと掛け事とかそういうのもめちゃくちゃやってて、お金なくなった後もいろんなとこから借りて使いまくるみたいなね。掛け事ってそれは違法な？いやいや一応合法なやつではそうで気づいたら膨れ上がってましたっていうもう返せないぐらいな。しょうがないと言っていいのかバカ野郎ってちょっとね、ちょっとあんま突っ込みづらいところではあるけどね。そういう感じですね。次はどうやって2人は出会いましたか？さっきの話の続きになるんですけど、バーでねこう飲み歩いてた時に奏に出会いまして、バーテンダーの人の知り合いみたいなね。そういう感じで紹介されて出会いました。そうだね、当時俺も結構飲み歩いててね、なんか一時期働いてたんだよね、バーで。それは山口の時。じゃないけど、山口の時で、長崎はもう普通に社会人だったから、その稼いだお金の中で別れたばかりで独り身だったんで、ちょっと歩いていたらみたいな感じですね。そんな感じです。お互いを知り始めたのはいつですか？長崎にいた時はまだ普通に仲のいい友達みたいなそう感じだった。普通に飲み友みたいな感じでしたね。で、いうのが仕事の関係で東京に働けるようになったんですよ、こいつ。でもその後ちょっとこの後話すかもしれないのか。俺もいろいろとあって東京に行かないといけなくなって、東京来た時にそんなに友達とかもいないし、俺もちょっといろいろあってきつかった時期もあったんで、そんな感じでお互いの良さをそのぐらいですね。めっちゃ遊んでたもんね、東京来た時。来てばっかりの時からずっと。そうだね、初めての東京全然ね、知り合いもないし、知り合いないから一人みたいな感じだったんで、そうずっと遊んでてみたいな。そんな感じですね。奏の病気はなぜ発覚したのですか？もともとなぜ俺が長崎から東京に来たのかっていうのを字幕でも入れてたんですけど、弟が癌になっちゃったんですね。癌って普通年がいく人がなるんですよ。だからこそこんな若くで癌になるっておかしいですよ、普通に。だから調べたところ認知症候群っていう、ね、病気が発覚してまして、人の細胞って2個あるんですよ。で両方機能してるんですよ。で癌って、機能しない細胞ができちゃって、それが増殖しちゃうことで癌になっちゃうんですけど、でみんな最初2つ動いてるんですけど、俺の場合はこれ1個しかもう最初から動いてない状態なんで、1個だからそれがまた動かなくなっちゃったらもうそこに癌細胞ができてバーって広がっちゃうから、めちゃくちゃ癌になりやすいです。そうなるほどね。癌だけ？癌だけ。病院行かないとだよね、定期的に。ってとこなんですけどちゃんと検査してるね。いや、そうなんですね。本当は1年に1回検査しないといけないんですけど、高えなってなって。行ってない？いや、ちょっとスパンを2年に1回くらいに。いやダメだろ生き死にに関わるんだからちゃんと行かないから。キスは好きですか？はい。好きだよ。好き？好き。
何フェチですか？おー、何フェチですか、かなでさん。俺？怖い。何急に。匂い。匂いフェチか。俺のフェチ？手かな。俺の手綺麗だもん。いや違う。何食べようとしてんの？神フェチです。相手のことを愛していますか？はい。愛してます。